今の東京の発展は家康のおかげです。別に家康推しじゃないけど家康推しじゃない。江戸城の場合はいろんな人の技術、いろんな石材、いろんな時期の石垣をここ一つで見ることができるので、お得な城なんです。そうですね。ここ来ればもうほぼ見られる。ほぼ見られます。オールスターズのオールスターズの技術を。なんだ可愛いな。はい、皆さんお待ちかね、城郭ライターと行く江戸城散歩、今日はよろしくお願いします。萩原さん、お久しぶりです。お願いします。待ってないかもしれないけど、お待たせしました。リクエスト来てるんで大丈夫ですよ。本当ですか。ありがとうございます。萩原幸子です。よろしくお願いします。お願いします。そして今日は一般人の城好き代表、増田です。お願いします。本当一般人なので、今回はちょっと萩原さんにいろいろ教えていただこうと。とんでもない。こちらこそです。楽しみにしてきました。お願いします。今江戸城の半蔵門が見えるところにいます。江戸城は徳川幕府のずっと居城なんですけど、服部半蔵がこの半蔵門というところ、警備してたことが由来なんです。そうなんです。それが由来です。で、ここは江戸城でいうと裏側になります。ちょうど真逆が大手門になると、大手町、東京駅側。そうです、そうです。で、大手町の駅あると思うんですけど、お城で大手って正面という意味なので、ちょうど真逆なので、これは絡め手っていうんですけど、裏手の門になります。なんで今日裏からスタートなんですかね。特にどこからでも良かったんですけど、半蔵門を起点に武家地が並んでいくんですね。なので結構地名とかも残っていまして、なんか番町街ってそういうことですよね。そういうことです。はい。そういうことです。そういうことしちゃったけど。いや本当にそうで、番町は恵み。はい、恵み。火消しとかああいう人たちがいるところで、もうちょっとお城に近いところから高いくらいの武家地になっていくので、このすぐ周りっていうのは徳川系の出身の上屋敷があるんですね。なので、紀尾井町とかが、そう、紀尾井町とかそうですね。はい、木は紀尾井の木は何でしょう。紀尾井の木、紀州とかですか。すごい、さすがです。はい、紀徳川系。怖いなこれ。上屋敷があるところですね。で、尾は尾張。そうです。よかった。素晴らしい。尾張徳川家の中屋敷で、じゃあ、いは。急に攻め立てる感じ。厳しい。クイズが来ると。やばい。井戸のいいね。井戸のいいとかですよね。おお、正解。歴史マニアからしたらめちゃくちゃ簡単なと思います。おそらく。その3文字を取って紀尾井なので、井の中屋敷なんですね。紀尾井ってそういうことだったんですか。そういうことなんです。なので、今仁王谷になっているところ、すごい庭園があると思うんですけど、中屋敷の庭園なんです。それが残ってる。そうなんです。そういうのを利用してたりとか、後楽園とかは水戸徳川系の中屋敷ですね。だから江戸城に近いところって結構上の人がいたりするところになります。なるほど。かなり歴史が深い地域ということで、こっちのお屋敷側からスタートっていうわけですね。そう、それでこの辺からスタートしたのは江戸の地形、戦地の素晴らしさっていうのがよく分かって、私が半蔵門から桜田門、日比谷方面に向かう道が好きだからです。萩原さんの趣味というか好みという。江戸城の楽しいポイント。楽しいポイントです。なんで行きましょう。行ってみましょう。早速。いや本当半蔵門駅使ったことなかったんですけど。なかなかね。そうですか。来ない場所では、桜今咲いてますけど。そうですね。千鳥ヶ淵のところですからね。そう。千鳥ヶ淵って内堀通りがだいたい内堀の範囲なんですけど、千鳥ヶ淵って一応堀なんですね、江戸城の。でも淵っていうのはダムの意味で、江戸の地形ってすごい複雑なんですけど、こんな感じの地形なので、わかりますこれ。ちょっとそれの表現は分かりづらい。分かりづらいと思っちゃいましたけど。何が言いたかったかというと、すごいなんか人がすごいですね。やりづらさが。今日は皇居の乾通りを年に2回、通れる特別な日があって、今日なんですね。そう、今ちょうどその日なので、多分すごいいっぱい人が多そうですね。やってしまった。なんかいいと思いますよ。で、今ここが半蔵門になります。ポイントは今堀の高さがすごいガクッと下がるんですよ。右はすごいわかりますね。そうそう。江戸城ってこの中心部があって、でざっくりと内堀で囲まれていて、
でその外側にも外郭っていうエリアがあるんですね。で外郭の分かりやすい外堀のエリアが中央線とか総武線の市ヶ谷とか飯田橋とか、そうですあそこら辺ですよ。あそこら辺です、あそこは川のようでいて、はい外堀を使っているんです。なのでみんな大体中央線とか総武線乗ったことある人は、今じゃなんか釣りしてる人とかもいそうますけど、ですよ。あそこでまさか釣りをされるとは堀を渡ったとは思ってなかったと思いますよ。確かに、まあ、平和的でいいかもしれないです。平和ですごい平和だったんですけどでなので、四谷あたりが一番地形的には高いんです。江戸城って武蔵野台地の一番突端部分に作られてるんですね、はい、武蔵野台地なのであっちの方からずっと丘陵がダラ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 って降りてきて、まあ、起伏は結構あるんですけど、降りてきた一番左で日比谷のあたりってかつて海なので、はい、日比谷入江っていう海なので本当に突端部分に作られているんですね、はい、そんなにこう高い山じゃないんですけど、だらだら伸びる丘陵の先端なので、今いるところだとなんかこういう風にも降りているんです、地形が。なので見ると日比谷の方ってこう下がって、確かにだいぶ低めですね。そうなんです。で堀をこう調整しないと日比谷のあたりが水没するので、はい、すごいね水位調整っていうのを実は巧みにしているのも江戸のすごい特徴、江戸城の特徴。なるほど。割と今からじゃあかつての崖っぷちに向かっていく感じですよね。そうです、崖っぷちに向かっている感じです。なんかもう歩きます。行っちゃいましょうか。すごいなんかここの看板が素晴らしくて、ちゃんとこう地形が載ってるので今話したことが分かりやすいかもしれないです。取り巻く地形と文化財。そう取り巻く地形で、この辺りがこう中央線が走ってるところなんですけど、ここに見附って書いてあるんです。書いてなかった牛込門から赤坂門ってあるんですけど、はい、ちょうど駅の、四谷の駅は四谷見附って四谷門があって、はい、市ヶ谷もあってっていう風になんかちょうどこう今駅が利用されてるので、飯田橋の駅出ると急になんか石垣ありますよね。で皆さん絶対に分かるんです。あれなんかいいなと思いながらいつも見てましたけど。そうなんです。あれはその飯田橋のところもちょうど門があったので、はい、門の土台です。で四谷の駅も出るとあるんです、ああいうのが。はいはいはい。で水道橋もありますし、市ヶ谷もあるんですね。釣り堀の脇に実は結構こう門の後の土台があったりするんです。そのラインがここなので、昭和江戸城ってすごく江戸時代が長いのでこう範囲ってちょっと変わっていくんですけど、大体このラインが外側ですね。ここまでだったんですね。そうなんです。なので結構外周が14キロぐらいあるので、じゃあ今日一周してみましょうみたいな気軽な感じではいけない。しっかり走ってる人じゃないといけないですね。そうですね。それぐらい広いっていうのが江戸城のまず一つ特徴になります。ちょっとした疑問なんですけど、はい、なんかこの本丸とか二の丸とかがある方が低い場所で大丈夫なんですか？なんかほら素晴らしい質問です。なんか嬉しい。なんか防御的な話を考えるとなんかあんまり低いとこって良くないのかなと。これが素晴らしくてですね。この地図にないとこなんですけど、東京ってこういう地形なので、はい、こういう地形でこうボコボコしてる、でそれをうまく使ってるんですけど、とはいえ全体的に下がるから本丸低いじゃないかって思うじゃないですか。思っちゃいます。この中心部ってすごい土木工事をしていて、ですね、この千鳥ヶ淵のあたりもそうなんですけど、はい、結構削り込んで本丸がこの辺りでグンって一番高いようになるように削ってます、台地を。素晴らしい土木工事がやっぱされているわけなんです。だから多分入ると本丸って一番すごい高くて、皇居東御苑入ってからも二の丸歩いて本丸行く時ってグッて結構上がるんですよ、はいはい、坂道を、はい、一番こう高くできてるので。なんか元からでもこっちに作るっていう話はなかったです。ちょっと高めのところというか、それはねないと思います。城ってなんか防御だけじゃないので、なるほど、都市の中心にならないといけないので、はい、そうすると不便すぎるとあんまり良くない。そういうことです。逆に不便になっちゃうんですよね。なのでここの湾を掌握するっていうのは大事ですし、はい、あとは千葉方面に小名木川っていうのを作っていくんですけど、運河みたいなものをなんかその舟運みたいなものが多分集約できるのって多分この本丸の下あたり、日本橋とかの辺になってくるので、割と本当にベストなベストです、ベストです、かなりベストです。はい、江戸に関してはひたすらこう土木工事をしてるんです。その日比谷エリアを埋め立てたりとか、で埋め立て地ってどんなに掘っても井戸が出ないじゃないですか、はい、そうすると飲料水を確保するための浄水を引いたりとか、城下町の土台を作ったりっていうのを結構やってるんですね。割となんかすぐ
関ヶ原終わって、もう大体天下統一終わってすぐ住み始められる状況ではなかった状況ではないですね。あとはあんまり江戸にはいないですね、家康。いないんだ、京都にいますね。なるほど。でもすごく今の東京の発展は家康のおかげです。別に家康推しじゃないけど家康推しじゃないそう、なんか今ちょっとなんか好きっぽく言っちゃったけど別にそんな好きでもないんだけれども、いやでも素晴らしくて、なんか当時の関東の中心は小田原なので。そうですよね、あっちの方のそう北条氏がいた小田原なので、そんなになんだろう、こう僻地ではもちろんないんですけど、とはいえこう大都市を作っていくのは結構大変だっただろうなと思います。なんかお水も上水を引いていくんですけど、家康の後の時代ですが、玉川上水っていうのを引いた時に羽村市ってあるじゃないですか、結構遠くで羽村からここまで42キロぐらいあるんですけど、高低差が96メートルぐらいしかないそこをすごい延々と上水路を作って42キロの引いてきてっていうことをやったりしてるので、なんかね、そのインフラ整備力って結構当時の世界的にもかなり高度で、素晴らしい、そういうこう見えない整備から都市づくりをしているのが江戸城の特徴。今快適に暮らしてますけど我々は。いやそうね、本当に今江戸城を中心に江戸の町ができて、その土台の上に東京があるって思うと結構感激するんです。そこにまた家康のなんか影を感じます。増田さんはなんか好きな人とかいるんですか？好きな人そうですね。歴史が好きなんですか？人物が好きなんですか？でも歴史全般が好きですね。なんかやっぱり今の家康がやっぱ作って、今これが土台にみんなの暮らしのベースにあるとか、だからそういうなんかつながってる感じが好きですね。今と昔が。すごいなんか嬉しい。私もそうなんです。なんか歴史勝手にごめんなさい、なんかデート番組っぽいそう勝手にグイグイシンパシーを覚えて、なんかほら歴史好きだと、なんかこうちょっと過去にタイムスリップできるの好きなんですかみたいなことを聞かれることがあるんですけど、なんか私逆で、なんかこう今も昔も変わらないんだとか、同じこと考えてるんだとか。なんかやること一緒なんだなとか、確かに昔があってなんて言うんだろう、今があるというか、歴史ってこういつからが歴史じゃないじゃないですか、過去って、なんか毎日こう積み重ねてるものが歴史だから、昨日のことも今日は歴史じゃないですか。極端に言うとなんかそういうところを見ていくのが好きなので、なんか楽しいですよね。こう都市にも、息づいてるっていうの。さっきもなんか駅名とか街の名前とかもやっぱり未だに昔のやっぱ由来があったりするわけだから、なんかそういうところもやっぱり。そうで江戸城がなくなってやっぱり大手の正面、正面って一番上級の家老たちが屋敷を構えるので、やっぱそこを明治の金持ちたちが買うわけじゃないですか、三菱とか。だから今ああいう丸の内のビル群になってるとかっていうのもつながってる。そうですね。すごい面白いなって。飯田さんが私たちを撮ってくれなくなりましたよね。遠くを撮ってます。たまには風景をそう思った。ごめんなさい、なんかいいのかなって。いや、ここ良くないですか？そうですね。私だけですか？いや、だから歴史を感じはします。本当に。ここまたすごい開けてますね。そうなんです。ここは本当に気持ちいいですね。いいですね。で、なんかその土塁になってるっていうのが。もう少しすると石垣が出てくるんですけど、裏側なので土塁のままっていうのもちょっと特徴かもしれない。なるほど。別にそこまで重要視はしてないってことですか？重要視してないのか、なんだろう、優先順位で言ったら正面ってことですかね。でも必要がないですよね。ここまでがっちり地形的、自然に地質的にがっちりしてるので。だから石垣と土塁とどっちが防御的に強いかっていうと別にそんなに変わらなくて、これだけ高い、これって別に土を持ってるんじゃなくて元の地形なので、そうなんかいいですよね。いいですよね。教養。いいと思います。倉田門外の変というのが歴史的な事件が井伊直弼が殺されるんですけど、そこにインチすごい親しいここ出るじゃないですか。もう桜田門が見えてる。そうなんだよ。もうすぐなんですよね。でそこに警視庁があって、あの辺りが襲撃場所なので、すごい超計画的犯行。多分本当出てすぐですよね、襲撃されるのが。じゃあ今そのいい
回廊が通ってるそうですよ。ルートを我々歩いてるわけですけど、ちょっと回廊気分にな回廊気分っていただいて回廊気分ってどんな気分でしょうね。確かにこの後ちょっとやられてしまうってことありますけど、幕府の人たちは何をやってたんだっていう感じでもあるけど、その警備側というか、その門の桜田門とかなんかもう分かってたんじゃないですかね。ちょっとなんかそういう闇を感じます。でこれがもうまさに江戸城の大きな特徴で、天下武神っていうシステムで作られているというのが本当に大きな特徴なんですね。で幕府の命令で全国の諸大名が集まってきて築城するというシステムなので、秀吉の下で築城技術を磨き、実践経験も積んだ人たちがみんなここに集まってきて、オールスターで最高峰の技術で作っていくのが江戸城なの。だから当時の最高の城ができちゃうんです。っていうのが江戸城の大きな特徴です。なので石垣もいわゆる西日本のお城を作った人たちが来て積んでるので、東西の本当に技術力が合わさった。そうなんです。石垣を作ったのは基本そういう、西側の、人が多いんですよ、やっぱり。素晴らしい質問です。で東の東北の大名は何してるかと思うじゃないですか。何してるんだろう。東の大名は石垣を積む技術はないんですけど、堀を掘ってます。堀を掘ってるんですね、その。なのでさっき半蔵門のあたりとかの半蔵門のちょっと向こう側の堀とかは伊達政宗であったりとか。あとお茶の水のあたり、外郭ラインのあそこって仙台堀って言われるんですね。でその名前あった。そこも伊達です。まさかのいつも結構通るとこが伊達政宗とか伊達家つながりだった。そうなんです。で四谷の上智大学のグラウンドのところで真田堀って言われてるんですけど。あれ真田堀っていうんです。みんな掘ってるんですね。みんな掘ってるんです。掘ってるな。でもそれはなんか石垣を積むのと堀を作るのとどっちがすごいとかいう話ではなくて、得て増えての問題ですね。やっぱ西日本が技術力が高い。石垣に関してはそうですね。だけど東北の大名って逆に言うとそういう土木技術がすごく高いので、堀とかは東の大名がやってますね。やっぱそう考えると本当にオールスターですね。そうなんです。本当適材適所で得意な人が得意なことをやっているので、すごくいいシステムなんですよね。いい直輔のことが書いてあります。本当だ。あそこからね至近距離でね、50メートルぐらいかな。なんかその幕末の騒乱というか戊辰戦争が終わった後とかで、なんか江戸城って変わったりはしなかったですか。なんか埋められたりとか。全国的に明治に入ると、門を壊したりとか、城も天守も壊したりとか、なんかそれはまだでしたっけ。天守は最後まで壊さないんです。壊さないです。なんか面倒くさいじゃないですか。そういう理由なんです。本当にそうね。ちょっとなんか話それるんですけど、お城って全国のお城で5点って4つしか残ってないんですね。突然のクイズ出ます。天守残ってるのはでも5点ね。5点。わからない。京都の5点ね。5点。京都の二条城が国宝になってるんですけど、あと川越城の本丸御殿と掛川城の二の丸御殿と高知城の本丸御殿4つなんですけど、なぜかというと廃城になった後って最初に5点を壊すからなんです。なぜかというと廃城令っていうのが出るんですけど、明治6年に。そうすると存上処分か廃城処分に分かれる。廃城処分っていうのは大蔵省管轄なので、今なら私でも買えるぐらいのお金で売り出される。でもその時って文化的価値はないので、使えるものだけ、お金になるものだけ、大体もう木材は風呂屋の焚き木として売られるみたいなぐらいの時代なんです。本当に悲しいな。でその存上処分っていうのは存続の存なんですけど、そこも文化的価値はないので、それは陸軍省管轄なんです。だからよくあれですか、戦争中とかって陸軍のそうなんです。基地というか弾薬庫で、それって陸軍用地として使えるからなんですね。お城っていい場所にあるし、広い敷地があるし、
でそうすると、陸軍用地として使える場所っていうのはその存上処分になるんですね。でもその建物がすごいから残そうっていう考えはないので、そうすると敷地が欲しいからまず5点を壊す。そっか、邪魔なので、天守って別に何にも役に立たないし、壊すのもお金かかるし、なので結構ほったらかしにされる。一番残りがちなんですね。そうなんです。というわけで桜田門に到着しました。すごいすごいなんか先が長いですね。まだこれはここから行くんですよ、東公園。どうします？じゃあ桜田門でも話してたら通りたくなりましたけど、通りたいですよね。ちなみにその積み方って統一されてるんですか？石垣の積み方は。素晴らしい質問ですね。本当ですか？めっちゃ褒められる。いやなんか皆さんも嬉しい、私は嬉しい。いやなんか江戸城ってその天下武神なので、積み方がバラバラ。そうですよね。なのと、あとはもう一つは築城期間が長いので技術の進化も見ることができるっていうのも大きなポイントです。後半になっていくと徐々にさらに洗練化されていく。そうなんです。でその築城期間が長いのも特別で、1615年に武家諸法度という法令が出ますので、そうするとお城に関してはお城の歴史がそこでストップするんですね。新築はもちろんダメだし、増築改築改修っていうのも幕府の許可が必要になるんです。結構厳しいんです。いちいち絵図描いてここ壊れました直していいですかそれは大変です。そうでも、それが、1615年って大阪夏の陣が終わる年なので、要するに大名統制令が厳しくなるんですね。軍事施設として勝手に強化されると困るから、一国一条例っていうのをまず出して城を減らして、かつ武家諸法度をなして勝手に強化しないように、ガチガチに固めていくんですね。でその影響を全国の城は受けるんですけど、ここって幕府の城なので、その影響を受けないんですね。なので江戸城って一応の完成を見るのがもう3代将軍家光の時なんですね。1630年代なので35年ぐらいかけて江戸城って一応作ってるんですね。かつその後も壊れたり地震とか台風で壊れたりすればちゃんと直すんですよね。ここ別に関係ないじゃないですか。武家諸法度の影響を受けないので、そうなのでメンテナンスがしっかりされていくっていう意味でも、なんかずっと進化する技術を見ることができるし、でずっとここ江戸幕府の城なので修復する人も当時のトップクラスの人がやっぱり担当するので、一番いい技術を見ることができる。で一つの城で一つの大名が作った石垣って、その土地の石しか使ってないし、その土地の技術しかないし、お城全部同じ積み方なんですけど、で大体同じ時期なんですけど、江戸城の場合はいろんな人の技術、いろんな石材でいろんな時期の石垣をここ一つで見ることができるので、実にお得な城なんです。そうですね。ここ来ればもうほぼ見られる。ほぼ見られます。オールスターズの技術をっていうところも江戸城のポイントですね。なんだ可愛いな。外桜田門は石垣はちょっとポイントで、門も大きいですね。すでに若干違いますか？そっちの石垣と外の石垣。松田さん。松田さんって江戸城6時間ぐらい一緒に歩けるとそんな付き合ってくれないと思うんですけど、あれですね、最初に呼んでいただいた議論の時、なんか城門の扉に鉄が張ってない。そう、鉄張ってたら最強ですねって言ったら、なんか扉がなかった時がありましたけど、こういうことです。鉄を張る、これは筋金って言うんですけど、鉄板じゃなくて筋状に鉄を張っていくんですね。こうすると強くなります。で門はこれ枡形門って言うんですけど、最初に小さい高麗門、江戸城の場合小さくないんですけど、高麗門っていう形式の門を置いて、で今私たちがいるところは枡形っていう、四角い区画になっていて、で右折れか左折れで2つ目の大きな櫓門を置く感じです。ですごく大きいっていうのが本当にポイント。でかいですね。なのとここはちょっとイレギュラーで枡形の外側が堀になっているんですね。でこれすごい防御性が高くて、堀越しに石垣が高い石垣があって、その上今はないですけど、塀が普通にありますよね。なのでものすごいその塀に開かれた様から射撃されるような仕掛けになってますし、なんかここに堀あんのあんま見たことないですね。そうだね、すごい珍しくて、だいたい閉鎖的というか囲まれてて、なんつうか櫓というか
そうですそういうそうですのがあるって感じです。そうなんです。なのでちょっとイレギュラーなところですけど、決してこう、地形の制約みたいなのもあると思うんですけど、決して弱くはないですね。その地形上の制約をカバーするために石垣作ったりとか、この土塁結構高い土塁の上にまた鉢巻き石垣を置いてですね。で絶対上には大体石垣の上には大体建物があるので、櫓なり塀なり、って考えるとものすごくこう閉鎖的な空間ですね。で石垣のポイントはこの櫓門の下の石垣を見ていただくと超ぴっちりしてますね。そうですね。そうなんです。隙間がない。素晴らしい。こういうなんか芸術的な石垣を見れるのも江戸城の特徴で、隙間がないってことは石材を加工してるってことじゃないですか。切ってるんですね。そうですそうです。これって築城時ぐらいはちょっとありえないですね。そうで実際にここの櫓門って江戸中期ぐらいかなに、作り直しているので、その時に多分石垣も新たに、積んでいると思います。石の色も結構バラバラじゃないですか。でこれもポイントで、江戸城の築城時の石はだいたい真っ黒なんです。伊豆半島沿岸から最初運ぶんですけど、あの辺りは安山岩なので黒いんですね。なるほど。そことかもそうなんですけど、そこもちょっと混ざってるのかな。西日本だと花崗岩なんですね。小豆島とか犬島とか瀬戸内海沿岸から運ぶ花崗岩を使うんですけど、そういうものがだんだんこう江戸城も入ってきます。で結構もう色がそうなんです。なんでこれとかこれ花崗岩ですね。これとかもそうですし、こういうのは安山岩なんですね。で多分これは石材をこう混ぜているのではないかと思います。いずれにしてもこうぴったりなんかパズルみたいに。すごいですね。全然隙間ないですけど。そうなんです。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。これは隙間ない方がいいとか別になんかあるんですけど、それはいいということはないです。ないんですね。はい。あとなんかまた分かりやすいところで言いますけど、ちょっとここはそんなに分かりにくいんですけど、こう刷りという表面の化粧を必ず入れるのと、こうちょっとこう内側になんていうの分かります？もりっとしてる。そうですね。なってますよね。でこれも江戸切っていうんですけど特徴ではありますね。これ遠くから見た時にちょっと立体的になってすごく綺麗なんです。でこれを全国の城でみんなやるかっていうとやらないですし、いやそもそもこの大きな石材をそんなにどこの城でも用意できるかっていうとやっぱできないですね。そういう意味でもすごくその格好はもう芸術的な意味合いだけなんですか？これは芸術的な意味合いだと思います。門前って特に力を入れるので、人が通るところなので、すごくアートですよね。江戸城って全国から諸大名が集まってくる場所なんですね。これしたからって別に軍事性は上がらないので、って考えるといろんな人が全国から集まってきた時にこう徳川将軍家のこう意向を示す一つのこうものなんですよね。こんな技術力があるみたいな。そうですそうです。お金もあるし、っていうところをやっぱ見せる。玄関口をこう立派にするっていうのは、今もそうですけど、どこの家もそうかな。そうなんかねこう剥製置いてみたりとかねちょっと昔の金持ちの話しちゃったけど、なんかそういう意味でも玄関口はすごい大事なんですよね。こうねこう端っこを見た時に綺麗じゃないですか。その立体感がちょっと生まれていくっていうのが、これはね膨らんでますねちょっと。そうなんです。これはね積んでからやるんですね。積んでから削っていって、で一番こうなんだろうこう端っこのところに線が通ってるじゃないですか。これも全部最後に削り込んでやっていくので、すごくね手が込んでるんですね。これをね最後にこう線を通す予定で途中でやめてる城とかも結構あったりするんです。作業の段階が見える。なんでやめちゃったんですかね。なんででしょうね。どうでもよくなっちゃった。最後の最後。飽きちゃった。わかんないけど、なんかその初にも後でちょっとあったら言いますけど、すごい雑なところも石もあれば、なんか病んでるのっていうぐらいすごい細い線を入れてるところもあって。かとその一方でこうそれは職人さんができなかったのかやらなかったのか病んでたのかわかんないですけど、なんかそういう人が作ったんだっていうのが見えるところが面白いなと思いますし、ロボット的ではないというか。そうあとね目線の位置ってすごく綺麗な石を積むんですよね。そう結構ね上とか下を見ると結構雑なものになってたりとかもします。そういう意味でもなんかこうちゃんとこだわって人が作ってるんだなって思うのが
私は結構好きなところですね。お城のなんか手は抜くんだなって昔の人もあんま変わらないです。そうですね。俺のこだわりここじゃねえみたいな人がなんかいるんじゃないですかね。わかんないけどでも人間が見えますね。そうなんです石垣を見るよ。本当にすごいなんかここのコントラストがいいじゃないそうですね。ですか。なんかもうこっちはビル群。そうなんです。私ここの道の向こう側ちょっとよくわかんない。なんか来るたびいろいろ変わってんなと思ってそっちはちょっとわかんないけど。ご通行中の皆さんにお知らせします。今日の乾通りの一般公開の受付は終了しました。しかし皇居周辺では千鳥ヶ淵など桜の名所はまだ残っています。お散歩ついでに行ってみてはいかがでしょうか。なんかおすすめされたね。東御苑の中入ったことあります？一回昔ありますね。もうさすがですね。飯田さんはあります？東御苑もピクニックできる場所あります。あ、本丸広場かな。本丸広場かな。ピクニックに？ピクニックしに来ました。可愛いピクニック。すいません、城は見てなかったです。あ、全然いいんですね。じゃあ足を踏み入れたことがないっていう人が結構多くて。意外とここまで入ってこない。自分も1回だけないと。いやなんか2人とも知っていてさすがですね。これが現在地が。あ、そうです。現在地ここで。表も入ってきて。はい。三の丸っていうのがここのエリアなんですけど、三の丸のこっち側は今入れない皇宮警察とかがあるので、一部だけが皇居東御苑ですね。で今進んでいくと二の丸に入るというかのエリアに入っていって、本丸が中心にあるという感じです。で皇居の西の丸はこっち側ですね。で北の丸公園の北の丸はこっち側ということになります。これはもう本丸にとりあえず行くという。本丸行きましょう。ごめんなさい。ちなみに城好きはと言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、私は桜の時期には城には行かない。ああ、行かないんですか。はい、人多いし桜で城が見えないじゃないですか。生い茂りすぎて、そう邪魔花が咲いちゃってもう草木が枯れ果てた時期がもう最高です。本当に邪魔をするものが何もないみたいな。確かに色もう見やすいですね。そう見やすい。だいぶもともとはここは、水堀がありまして、大手三の門っていう今門に入るんですけど、はい、別名下城門と言います。下に乗る、なので、ここからは馬とかで入ってきても馬を降りてここから入る。で今コンクリートになってますけど、ここは水堀があって、それこそ古写真で残ってるんですけど、ここから入っていく感じですね。同心の板書。はい、そうです。で江戸城は板書が残ってるっていうのも大きなポイントで、これも現存なんですよ実は。で江戸城って重文化財少ないんですけど、ここ宮内庁の管轄なので重文化財にならないんですよね。ならない。そうですけど、これも重要ななんか関所みたいな感じですかね。大手門から入ってきて本丸まで4つの門を通るんですけど、大手門入ってで下城橋を渡って馬とか降りて、でこの門を入っていく。ここに小さな最初の第一の高麗門があって、で今分かりにくいんですけど四角いやっぱスペースになってますよね。まっすぐ。確かになってます。はい。今道がちょっと道が分かりづらいですけど、分かりにくいんです。四角ではあります。はい、四角で。で左に折れて櫓門があった。櫓門ないですけど土台が今ある感じですよね。本当に門多いですね。そうなんです。多分いろいろ聞かれるんですね。お前は何者だみたいなことを、セコムみたいな感じのものが、セキュリティが。はい。で板書がやたら多いんです江戸城って。残ってるのは少ないですけど、しょっちゅう多分こう聞かれて、警備万全ってことですね。もうなんか3歩歩いたらセコムみたいなこう感じでチェックをされていくっていうのが特徴ですね。でここは同心板書って言います。同心っていうのは役職ですね。ちょっと下のぐらいの役職になります。ここもまた門で。だんだんやっぱりこう立派に。ここすごい、ここもまたすごい。そうなんです。すごいでしょ。すごいでしょとか。どんどんタメ口になるぐらいの。いや嬉しいです。でもそうやって門を通るたびにグレードアップしてるなみたいなのをぜひ感じて。感じますね。ここはちょっとなんか。迫力がまたそうなんです。やっぱり大手門入って、馬降りてちょっと中に入ってくるもんなんで、ここすごい重要なんですよね。そうか、もう自分の足でここからみんな歩いてくるわけで、そうなんです。このスケール感は目の当たりにするとちょっとまたなんか自分が例えばそういうこう動線を作る時も、なんかポイントってこう見せていくじゃないですか。なんかその表れがこの大手三の門ですね。石的な特徴を言うと、この築城時って安山岩を使うので真っ黒だっていう話をしたんですけど、ここ見ると隅っことか白い石。白いですね。はい。
これはもう花崗岩花崗岩なんですね。で、花崗岩の方がちょっとこう石の質としては硬いので、こう炭、石垣は炭が一番大事なので、はいまあ、炭に使われるんですね。あとは花崗岩のがこう大きいものが取れるっていうのもちょっとあると思うんですけど、でここって中心部からまあちょっと外側なので、築城時ではなくて、まあ2代秀忠3代家光2代秀忠ぐらい、もしくはその後修復をした場所なので、やっぱりこう花崗岩が入ってくるんですよね。でこう天下武神で作られた城で、なんか天下武神ってこう嫌がる人もいそうじゃないですか。まあ自腹で自やるわけ腹でやらですね。されてでいいんです、断っても。断れませんけどそうます断れないんですよそう絶対に断ってもいいけど家は潰れるよっていうだけの話で、結局断れないからやるんですけど、でもいやいややってたかっていうとそうでもなくて、やっぱりいい仕事したらその自分の家の評価になっていくので、結構ねみんな頑張るんです。でいい石を献上したりとかっていうことが出てくるので、わざわざこの大きい花崗岩っていうのを西日本から運んでくるっていうところにもう世の中が見えますよね、江戸時代の。すごいね、こことかこれ分かりますか、これなんか鉄板みたいなの入れて調整とかしてるんですよね。これ昔のままってことですか？ですね。さすがにそうですね後では入れないよ後でね。なんかいいですね、この入れ方がそうなまだちょっとんですよ。その人間を感じますね。そう人間を感じる。頑張ってねじ込んだんだな。あとはさっき言った初りですね。この点々点ってしてるのがのみ初りっていうんですけど、こうのみでこう叩いて表面をこうきれいにしていくんですね。こういうのみの初りもあれば、まあ、さっきも出てきましたけど、こう線状になっているすだれ初りというのも、そことかこれもそうですね。そうなんですけど、なんかこっちの線状のものは、あっちは点々点とこう、打っていかなきゃいけないんですけど、こっちはなんかガガガガガってこう線でやっていく感じですね。ちょっと簡易的な、簡単ですね。簡単になります。これがここはそうでもないんですけど、ムラがないんですけど、さっき言ったように、結構雑だったり病んでる風だったりっていうのがこう混ざってるエリアっていうのもあって、結構こう見てるだけで私は楽しいので。ここは結構綺麗ですよね。ここは綺麗めってことですね。そうでもないかもしれない。そうでもないですか。でも一番端っこから2番目のあれですか、だから半分で終わったんですか。そう半分にでもこれってちょっと珍しくて、これ石材一個一個に初りって入れるんですけど、これ上も入ってるんで、なんか積んでから最後入れてる風な感じはしますね。通してるんですね。そうそうそう。なんかこれは何ですかね、アピールなんですかね、なんかなんか積んだ人の俺積んだぜみたいなねことかもしれないですね。あと矢穴とかもありますね。その横の開いてる穴はさっきとはわけが違って矢穴ですね、あれは。矢穴。そこにちょっと1個しか入ってないんで分かりにくいんですけど、こう切り取り線状にああいう穴を入れていくんです、石を割るときに。で、そこにこうくさびを入れてパカって割っていくんですけど、ちょっとこう割れた面とかも後であったら言いますが、矢穴ってね、これです、これです。これ。わあ、すごい。ちゃんと残ってますね。そう、これがこういう切り取り線状に四角く開いてて、ちょっと逆ですけど、こういう風にくさび入れて割ると歯型みたいになるっていう感じですね。で別にこれが入ってても石材としては使えるので、表になることももちろんあります。でこの矢穴の大きさでだいたいこう時期的なものも割と分かったりします。これはちなみに時期は分かるんですか？でもこれ多分修復のやつとか修復してますし、石が花崗岩なので、築城直後ってことはないですね。ここはでも鳥取の池田が直してるはずなので、結構ね技術は高い人たちですね。違ったらどうしよう。あと石垣の修復の方法とか修復の方法合ってた。ほら、本当池田市。よかった、面目を保ちました。すごいなんかこういう感じだったんだっていうのがよくわかる写真ですね。これはもう喪失したかもないってことですね。そう、ここの石垣がこれの向こう側かな、フェンスの脇のところになるので、今こういう風にフェンスがある感じかな。
はいで奥のも櫓があったけどそれもないですし、城門もないんですけど、この土台とここが今残ってる感じですかね。もうなんかすごい感激しますよね。これなんか明治4年だからこうやって入れるんですよ、人が。そっか。これだけ自由に。もうオープンにされてる。そうオープンになっているので、何見てるんでしょうね。なんでみんな同じ方向そう何見てんだろうね。あっち見てる。気になりますけど。なんか門のお土産って言ってほしい。そうです。なんかこの辺ですかね。こう取ってる。こう取ってる感じですかね。すごいいいですね。こうやって見て。でもあったらまた迫力がすごいですね。いやそうですね。これなんかポイントはさっきの大手三之門とは積み方がまた違うってことですよね。横にこう超綺麗に。そう四角い。四角いしっていう。でもすごいなって思うのはそこの上の2隻目あるじゃないですか。あそこだけ斜めにしたりなってますね。するんですよね。ああいうちょっと横揺れ防止だと思いますよ。そうあんまり日本の城でこういう横に目地を通す積み方、布積みっていうんですけど、やっぱり地震が多いので日本はあんまりやらないんですよね。そういう中であえてこの中之門でやるっていうところにここからさらに上行くぜみたいなこう本丸近づくよみたいなところを感じますね。いろいろ変化加えてるってわけですね。私なんか目地を通してる風でいて、こことか微妙に段差があるんですね。そうなんですよ。こういうこれ細かいですね。萌えポイントですね。萌えポイント。ここなんかちょっと食ってさ、なんかこうかかってる感じするじゃん。こういうなんだろう、ちょっとこうずらしてるみたいなね。確かに超均等にやってるわけじゃない。そうなんですよ。すごいね、でも大きくて。でここが中之門っていうところなので、またさらに本丸に近づいていく感じですね。で柱の跡もこれですね。ちゃんとこう分かるようにしてあるんですけど、ここに扉があったっていうのを考えていくと、すごい大きなもんだったんだなっていうところだけ想像力を働かせていただいて。それでこの中之門を入るとまた板書がまた出ましたね。これは板書があります。大板書と言います。さらにちょっと位の高い人がここで詰めて、もうヘトヘトですけど、もうここなんか何回聞かれんだみたいな。もうそっちでやってほしいですけどね。通行届てくれみたいなね感じですね。でここが坂なんです。そうなんです。でここがここから、最後の門を通ると、もう上が本丸なので、削り込んでこう本丸ぐっと高くしてるんですよね。ここちょっとここ緩やかですけど上がっていく感じですね。でポイントはこの道幅がやたら広いってことです。でかいですよね。そうなんです。戦闘性のあるお城の道幅ってこんなに高くしないので、狭い方がその兵の動きもそうですこんなにしてたらなんか何万という、確かにすごい数が入り込んで対策できない。そうなんです。なので基本道筋はこう狭くするんですけど、目的として今参勤交代で来るような人が通るルートを通ってるじゃないですか。で馬も降りてお付けの人も減ってるんですね、今かなり。そういう状態でこのここを通らせる、確かになんだろう、ポツンってなりますね。何もない。意味が多分あるんですよ。ちょっと怖いですよね。このでかい空間に一人というかあんま人数いないで。超アウェーじゃないですか。アウェーですね。怖い。あんまり行きたくないなみたいな感じですよね。で、今石垣しかないですけど、またここが最後の門になりますし、ここ門って言ってももうなんて言うんだろう、門になってるけど建物群みたいな感じですね。どっちかっていうと。なのですごく閉鎖的な。ぐるってあったわけです。そうです。で、あそこにちょっと高く石垣もなってますけど、そうですね、櫓も立ってるので、ものすごい気まずい。あんまりこう楽しくはない感じですね。今この道のり。圧は感じますね。圧は感じる感じですよね。でそこに2つ穴が開いてると思うんですけど、これは矢穴じゃなくて扉の柱の
ああっち側も同じところにありますよね。のですっごいでっかい扉がここにあったってことですね。でこれ一回入ってここは御書院門って言って、中尺門とも言われるんですけど、真鍮が扉に貼られて真鍮。いたので、真鍮ってのは金物です。金物。はい。真鍮。真鍮。ごめんなさい。真鍮って言った方がいいの。私がなまってる。そうなので結構いいもんですね。ここを通り過ぎるともう本丸に入っていきます。まあここすごいここもまた綺麗な。そうなんですよ。やっぱこう正面を見せるってそっか。入ってきたらここが目に入るわけだから。そうなんです。正面見せるってお城は結構やるし重視するんですよね。でここの場所にはないですけど、鏡石って言って大きいこう石をドーンって散りばめたりっていうのも、よくやります。織田豊臣系の城はよくやりますね。ここはまた荒い感じですね。そうなんです。これは、模様なんですか。これはですね、焼けた後です。焼けた後なんですね。そうなんです。本当はこういう風に普通の石が全部積まれてたんですけど、こう石って焼けるとこういう風にですね、周りが玉ねぎみたいにボロボロ剥がれてくるんですね。なのでこれ野面積みとかじゃなくて、周りが石がこう剥離してしまった状態です。でこれ火災の跡なんですけど、つまり門があるんですよ。ここに穴ありますね。柱の木造の門がわーって焼けた時に相当な火があったので、この石まで焼けてしまうということですね。ちょっと黒いですね。やっぱり全体的に。そうこれは、明暦の大火でもなく幕末の火災ですね。幕末です。はい。本当に火事起こりすぎですね。そうなんです。木の周りはとにかく早いですよね。でもここ今本丸に入ってきました。ここがだからここに多分御殿とかがあったっていうこの広場になってるのが。その通りです。ここに本丸御殿がありました。で江戸城の本丸御殿は、今芝生広場になっているあたり、今いるあたりからなんですけど、御殿お城の御殿って表と奥に分かれるんですけど、江戸城の本丸御殿は表中奥大奥っていうふうに分かれます。後でちょっと図があると思うんですけど、私たちはこう参勤交代ルートなので上がってきてこっちが表です。で奥が天守台の方、今見えてる大きい石垣の天守台なんですけど、あっちが奥なんですね。で間に中奥があります。で表っていうのは公式な場なんです。公的なゾーン。で奥っていうのはプライベートゾーンなので、じゃあ割とそのなんていうんですかね、応接間みたいな。そうです、その通りです。で大広間っていうのがもう応接間で将軍が謁見をするとこなんですけど、で参勤交代で来た人とかっていうのは表のエリアには入るけど奥に入ると絶対ない。プライベートエリアですね。そうです。で奥って奥の一番奥にあるのが大奥。大奥ですか。女のその大奥なので、もうそこって男性入らないぐらいなので、普通に来た人が入るってことはありえなくて、なので参勤交代ルートだとこう来てここが表になるんですけど、でここで謁見してっていう感じですね。で江戸城だとこう松の廊下、刃傷事件が有名なんですけど、それは、表っていうエリアの書院っていうのがあるんですけど、書院っていう部屋と大広間をつなげている廊下っていうのが松の廊下です。あれが松の廊下。そうです。で本当は松の廊下って名前じゃないんですけど、壁の障壁画に松の絵が描かれていたので、松の廊下っていうんですね。なのでキラー、そうです。キラー上野之助がを浅野匠のさんにあれ有名な場所、切るんですけど、で本丸でしかも将軍が来る可能性がある大広間でのすぐ脇の廊下で刀を抜くってもうありえないんですよ。即日切腹ってもう当然で、なぜなら桜田門外の変ですら律儀に門外で起こすような、なんていうんだろう、価値観なんですよね。当然秩序、それが秩序なんですけど、何が起きたのか分かんないですけど、こんな本丸御殿でやってしまう。たのでもう即日切腹ということですね。本当大変な場所でやっちゃった。そういうことですね。御殿は。こんにちは。なんか配信してるんですか？配信じゃないです。録画をしてます。録画だけ。はい。で許可は宮内庁に出してあって。宮内庁どこに許可取ってます？宮内庁総務課報道室。に出してるんだ。そうですね。で許可という形で来てるんですか？承知いたしました。当日他の来園者も多くいらっしゃいますので、他の来園者トラブル等にならないよう十分お気をつけいただき、ご対応お願いしますと。わかりました。これはなんか放送かなんか使われるんですか？
YouTube で出すだけのあ、YouTube で。はいわかりました。その程度のもんなんで、さっき言ってました、どういった企画のやつなのか。お城の石垣とか作りとかを紹介しようっていう、あ江戸城の話です。はい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 。すいません。わかりました。はい。なんかいい機材持ってられるんで。どうもすみません。お手数かけました。あ、いえいえ、早かったです。スピード感が強い。ちょっと最初怖かったですよね。あ、そうですか。時間迫ってきてるんで一旦天守行きますか。そうですね。こうすごいこの広場がサラリーマンの逃避場にいいオアシスになっていて、夏とか来るとスーツで寝てる人がいっぱいいサボっます。ているのかそうでも昼休憩なのか。すごいサボるのにすごいいい場所ですよね。入ってここまで入ってくる人はあんまりないかそうらって多ことですね。分いないし、ここすごい夏も結構涼しいんですよ。そうーそう涼しいんですそうね。風がそっかさっき言ってた通りそう風が通るので、そうこれだったら燃えるなって思いながらこう歩いてるんですけど。でもそこでまた感じるわけですね。そうそうその感じてこうあとなんかアスファルトじゃないからそんなに照り返しがなくて意外と直射日光当たるけど木陰とかだとね結構涼しいんですよ。はい本当に寝てますよスーツの人が夏来るとこういう木陰で。すごいね。いい場所見つけたな。でここまで来るのも若干大変ですけどね。そのなんていうんですか。割と歩いてきたあし。そうかも。でもくねくねしてますあれじゃないですか、こう東京駅あたりまで来たらおっみたいなちょっと昼寝していくかみたいな。そういう気持ちになるのか。まだもうちょっとしたらそういう、はいおっさん世代になったらあるんじゃない自分もですか。そういうフェーズに入るかもしれない。そんなフェーズ。今ねもうここ奥エリアに入ってますね。ここがもうそうなんですかごめんなさい全然説明してる。だいぶ歩きましたけど。そう奥のエリアに、はい表を通り越してでもね大岡もっと向こうです。もっと向こうですか。ね、見えているのが天守台おですね。お、来ましたね。はい。江戸城の天守は初代家康、はい二代秀忠、三代家光と三人の将軍がそれぞれ作る。三代将軍家光の天守が一番大きかったうんと言われていますが、この明暦の大火ですね。1657年の明暦の大火で焼けてしまって。はい。でこの天守台はその明暦の大火の2年後に積み直しをされたものです。一応もしかしたら作ろうという動きがあったんですか。そうなんです。再建計画がもちろんあって、もう火災の直後にすぐさまはい。積み始められるんですけど、はい明暦の大火って江戸の6割が焼けてしまう本当大災害なので、天守とか作っている場合じゃないでしょみたいな確かに。ことを、あー補佐役の星名正幸っていう人がはい進言をして、その時4代家綱の時代なんですけど、そりゃそうだよねということで、反発も出そうですね。下手したら。はいこれはそのままずっとこの天守台だけあったって話ですけど、天守台自体は何かに使われなかったんですか。は使ってないと思います。このままここにポツンとだから暴れん坊将軍は天守をバックにあれは映ってますけど、吉宗です。はい、8代吉宗はい。ですけど、この時には天守はない存在しない。ですね。ちょっとやばいことに C さんの時代はあれは姫路城ですね。撮影してるのは。そうなんで、そう暴れん坊将軍の影響で江戸城の天守ってこう白いイメージがなんかそういうはいイメージになっちゃってますよね。打たれてますけど、三代将軍家光の寛永天守ははい。黒黒なんでですすね。。はい。松本城的なことです。漆じゃないんです。漆ではない。チャンっていう黒チャンっていう塗料があるんですけど、それを塗って、あとは銅板張りの銅瓦葺きです。なんて言うんでしょう。銅って聞くとちょっとどうかみたいなって思うじゃないですか。今ちょっとなんかダジャレじゃないよ。違う恥ずかしかった今。違うなんかそんなにこうおおって思わないじゃないですか。なんか金とかね、金とか銀とか漆じゃないんだって思うんですけど、当時の江戸初期の銅の価値ってすごく高くて。だからすごく当時では一番高級素材を使っているし、あとは耐久性とか耐火性とか、あとは瓦の素材も軽量化ですよね。耐久性が高くなるっていう意味で結構素材はこだわったみたいですね。なんですけど、なんかね、明暦の大火の時にこう火が窓から入っちゃうんですね。って思いますよね。そんなことがある。そんなに対策してたのにまさかの窓から火入るみたいな。
っていうこう悲しい最後を迎えるんですけど、なんかどうしようもないんですね、もう日いやそうどうしようもないっないんですね。て思うしかないはい。よねっていうか家光にいやね言えないですよね。そんな確かに言えない。あなたの対策結果ですけどみたいな。そうでこの天守台は、加賀前田家5代綱則が住んでます。はい。やっぱここ任されたってことはなんか意味がある。いやその通りでやっぱり秀吉さらには信長の家臣というのはやっぱ一番の技術力を持っているので、江戸城の天守台を任されるっていうことは、まあ前田家って相当な技術を当時持ってたと思いますし、前田家の金沢城って石垣の博物館って言われるぐらいに石垣の名城なんです。石垣の技術はすごくあると思います。これってなんか四角い石をただ積んだようにも見えますけど、さっきの中野御門じゃないですけど、よく見るとこうちっちゃい石をこうかませてたりとか、なかなかの技術力です。天守台閉めますって。登ります？じゃあ。せっかくは登りたいな。やばい、意外と時間があれなんですね。ここで締めみたいな感じですか？そうですね。これ多分古い石は中に使ってるんですよね。黒いから。ああ、なるほどなるほそう、なんかそこに前田家のなんか全部花崗岩で白く作ってやるぜみたいな、そういう美意識が感じられるところでもありますね。あとここちょっと埋まってるんですけど、地下1階から入る感じなんですね。そこだけ残ってます、地下が。で雁木っていう石段がよく見るとそこにもありますね。ちょっと残っているので、地下1階埋め立てられた今1階部分にいる感じですね。思い出されてしまう。なんか時間配分のミスクライマックスにミスっていうか私が喋りすぎたってね。全然いや全然ここまで来ようみたいな別に決めてなかったですからね。なんとなく始まってなんとなく歩いてますよ。というわけで今日はタイムアップで終了になります。すごいこういう終わり方。こういう終わり方です。よかったらまた聞いてください。もういいよって感じ。背中で語る。背中で。日本で一番美しい。その植え込み聞くとめっちゃ気になるけど、日本一美しいって言われるとですね、手前ちょっと焼けちゃっているんですけど、石材だけで隙間を埋めずに銑積みが成立してるんですね。石垣の石って一番下ってこう斜めに差し込むように始まるので、天場って一番上ってこう水平で終わるじゃないですか。どこからお出になります？出口の門は。どこから出ます？ここが一番近い。でもわかりました。もう石垣あるし、時間だから出た方がいいってことです。わかりました。そういうことでした。純粋な質問ではない。どっから出るかって。そうなんかこっちから出るとこうなんかこう帰りが遠いなと思ってたんですけど、もう出ろということですね。でもまあこの美しいはい、銑積みを。が見れる。